今日はね、小豆島出ますよ。四国本島行くよ。四国本島待ってろー。銭形砂絵という場所に行ってみたいと思います。海とのこのコンビネーションがいいね。よっしゃ、フェリーが見えたぞ。わ、でかっ。結構でかくないあれ。切符売り場で切符買わなきゃいけないか、俺。切符買わないと。ちょっと一発切符買ってこよう。やべ、急げ。時間がないよ。時間もない、ガソリンもない、金もない。よっしゃ。よし、ありがとう、小豆島。というわけで乗り込むぜ。こんにちは。お願いします。はい、どうも。結構いるな。よし。フェリーに乗り込んだ。うわー、なんか寂しいね、小豆島。さあ、高松着いたぞ。高松はいいよね。懐かしいわ、マジで。うわー、いいな。一人で来るのはな、高松といえばやっぱ友達と来たいな。みんなで高松来たいわ。高松駅、あ、懐かしい。この駅は新幹線で来た時に行ったわ。まあ、自分一人でここ行ってもあんまおもろくないから先を目指そう。ちょっとこうなんか高松堪能したい気持ちはすごいあるんだけど、栗林公園じゃん。栗林公園懐かしいなあ。栗林公園だった。俺ここも通ったことある気がするよ。あ、ほらやっぱこれ金ピラ山行く道だ。いやー、雨粒が大きくて顔に当たるとめちゃくちゃ痛いよー。やばい、めちゃくちゃ降ってきたよ。止まってるとまだマシだけど走ってるとマジでやべえ。なんだろうこれ、 BB 弾が飛んでくるぐらいの威力や。雨に打たれて高松から30分ぐらい来たんですけど、いやもうなんかすごい自然豊かなとこに来てしまいました。緑が多いとこはいいよね。やっとなんか雨も上がってくれましたね。もうあと5分ぐらいで着きますね、今日の家に。最後ラストスパート。すげえ、霧か。うわ、結構幻想的で素晴らしい。すげえ綺麗。うわー、すごいね。さーてそろそろ着くぜ。お、ここか。ここだぜ。よっしゃ、車が止まってるってことは車で来てる人がいるのかな。僕はですね、今香川県の三豊市という場所にいます。眩しい。というわけで今日はこれから香川県の絶景スポットを巡っていきたいと思います。
もうね、ここがすでに絶景なんですよ。めちゃくちゃ田んぼ。そんな感じで早速行ってみましょう。というわけでね、出発していくんですけども、まず最初はですね、三豊市とはお隣ですかね。すごい近いんですけども、観音寺市の銭形砂絵という場所に行ってみたいと思います。江戸時代に作られたんだって。お金の砂絵なんだけど、銭形、銭、お金の砂絵です。ちょっとね、僕も見たことないから何とも言えないし、早速行って見てきたいと思います。やばー、めちゃくちゃ綺麗だね、ここ。やっぱ天気いいと、この緑と青が半端ない。すごー。三豊市ってね、多分めちゃくちゃ田舎なんよ。香川の友達がいて、高松出身の子とかで、正直三豊とかあんま行ったことあるかなみたいな。ちょっと名前も危ういみたいな人もいたし、そんなにメジャーな場所ではないっぽいです。ありがとう。観音寺市入りました。観音寺。観音寺ってかっこいいね。道明寺みたいな。名前ちょっと聞いてもいいですか？観音寺です。いや、かっこいいね。さてさて、そろそろ着くんじゃないか、これは。登っていくよ。三豊市から結構近い。本当に。20分ぐらいで着いたんじゃないかな。ここが駐車場か。よし。というわけで、ちょっと行ってみます。こっから見えるのかな？ちらほら人もいますね。新潟。おお、なるほど。お、すごっ。すごい。あの先はもう、海だ。すげえ。綺麗なとこだな。海とのこの、コンビネーションがいいね。一夜のうちに作り上げたと伝えられています。いや、一夜で作ったのこれ。すごいな。この銭形を見た人は健康で長生きできてお金に不自由しなくなると言われてます。マジかよ。頼むよ。なかなかすごい珍しい景色でしたね。この景色はなかなか見ることができないと思うんでね、本当いい景色が見れたなと思います。砂絵もすごい綺麗でしたけど、やっぱこう、海とね、マッチしてる、景色。いや、これはね、絶景でしたね。なので、香川、もしくは四国に遊びに来る方、ぜひ、銭形砂絵、見に来てはいかがでしょうか。